こんにちは。今日はバッグを作っていきます。サイズは中ぐらいで、模様はちょっと素朴な感じで編んでいきます。とても可愛いバッグが出来上がります。よかったら試してみてください。その際は高評価と登録とベルマークをオンにしてください。ベルマークをオンにすると動画を公開した時にすぐお知らせが届きます。ぜひベルマークをオンにしてください。今回使う糸はダイソーさんのテンダーフォーム。色はアイボリーベージュ。材質はポリエステル。30g で68メートル。使用かぎ針の目安は8号。こっちも同じようにダイソーのメランジトリコ。色はライトベージュ。50g で90メートル。使用かぎ針の目安は8号。こっちは同じもので色が違っていて、色はグレー。この2色とそれぞれにこの糸を使って編んでいきます。でこの糸の太さはこれを2本一緒にして測ると5ミリぐらいに見えます。この糸を使って編んでいきます。針は10号を使います。あとはマーカーととじ針を使います。まず底の中心になる鎖を編んでいきます。この鎖の数は14プラス5の倍数。例えば14、19、24、29、34とかお好きな数にします。2本の糸を合わせて、でこのグレーの方から使っていきます。2本の糸を合わせて鎖を編んでいきます。でこの鎖は少しゆったりと編んでいきます。このまま必要な数まで鎖を編んでいきます。鎖を24編んできました。長さは24センチ。次は細編みで1周だけ編んでいきます。そこにするためにこの端に細編み3つ編みます。まずここから細編みをするので鎖1つ1つ戻って2つ目に細編み。この時は裏返してこの糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。針から1、2、これが1つ目の細編み。マーカーをつけておきます。で、同じところにもう一つ細編みをします。これで1つに2つ。ぐるっと編んで最後にもう一つ細編みをして全部で3つにします。次からは1つずつ。まず隣、細編み、次もこのまま端まで細編みをしていきます。ここでは細編み3つ編むのでその手前まで端まで来ました。これが最後の鎖。この鎖に細編み3つ。まず1つ目、1、次は2つ目、
同じところで、この時この糸端を向こうに寄せておきます。この針の上を通って2つ目の細編み、次は3つ目、同じところ、今度はこの糸端を手前に寄せていきます。次から一つに一つずつ普通の細編みをしていきます。今3つ細編みをした隣、このままスタートしたところの手前まで、ここぐらいまで編んでいきます。スタートしたところまで戻ってきました。これは最後の細編み。最後の細編みにも細編み1つ。これは一番端。ここには細編み3つにします。今2つ。最後にもう1つ。この端に細編み。これでこの端に細編み3つで、こっちも3つで細長い楕円になります。細編みができたら最初の細編みに引き抜きます。これで楕円形ができました。次は側面を編んでいきます。側面の1周目は鎖3つ、隣に長編み、鎖の根元はここ、この隣から長編みをします。これで鎖3つと長編み1つ、次からもずっと長編みをしていきます。次もで、このまま一つに一つの長編み、このカーブのところも一つに一つの長編み、これで一周してスタートしたところのここぐらいまで編んでいきます。長編みで一周してきました。ここは引き抜いた糸、細編みではないので長編みを編みません。最初の鎖の下から3つ目、上が2本で下は1本、ここに針を入れて引き抜きます。これでつながりました。これが側面の1周目。次は2周目。2周目は模様編みをしていきます。まず鎖3つ、1、2、3、隣に長編み、鎖の根元はここ、この隣に長編みをします。次は長々編み。長々編みは針に糸を2回絡めて、でここではなくて今回はこの後ろ、この長編みの後ろを通って糸を出します。これを長々編みでします。で
この長編みはこの鎖から数えると1、2、3、この長編みの下に針を入れます。1、2、後ろで2本ずつ引き抜いていきます。これで長々編み、下から糸を引き上げました。次は長編み、これで鎖3つ、長編み、長々編み、長編み。次は交差する長編みを編みます。この3つで1つの模様を作ります。この3つのうちの1、2、2つ目に長編み。でゆったりと編みます。次は1、2、3、長編み。次は3つのうちの1つ目。戻って、ゆったりと長編み。これで交差した長編み。次はまた普通の長編み。ここに今長編みが入っているので、その次。長編み。次は長々編み。また、1、2、2本ずつ引き抜いて、で長々編み、また長編み、長編み、長々編み、長編み、こんな模様になります。であと2つ長編み、普通の長編み。これで普通の長編みが3つ連続しました。次また長々編み。1、2、長編み。これを繰り返していきます。次は交差した長編み。この長編み、長々編み、長編みの次は交差した長編み。で、長々編み2つ編んだらまた交差した長編み。3つのうちの2つ目。1、2、3。次は1つ目。次またこの部分。長編み、長々編み、長編みで、長編みは3つ連続。
長々編み、次はこの交差した長編み3つのうちの1、2、1つ目、次は長編み。ここに長編みが入っているので、その次、ここで、これで交差した長編み。これを繰り返してスタートしたところまで戻っていきます。側面の2周目を編んできました。今、長編み、長々編み、長編み。最初の鎖の下から3つ目。これで模様がつながりました。次は3周目。3周目は2周目と同じです。1、2、3。長編みに長編み。次は長々編み。長々編みの針を入れる場所は、この後ろ。長々編みをするので2回長々編みの後ろ糸を出してきて、また2本ずつ引き抜きます。これで長々編みに長々編み、長編み、次はこの交差する長編み、またこの3つのうちの1、2、長編み、1、2、3、長編み、次は1つ目、戻ってゆったりとした長編み、これで交差した長編み、また長編みの上に長編み、長々編みの上に長々編み、長編み、
さっきと同じです。で、また長編みの上に長編みで、3つのうちの1、2、1、2、3で、1つ目、これで交差した長編み、これで1周します。長編みの上に長編み、長編み、長編み、同じように編んで1周します。側面3周目を編んできました。最初の鎖の下から3つ目、次また鎖3つで、長編みの上に長編み、長編みの上に長編み、これを繰り返してしばらく編んでいきます。側面を8周編んできました。長さは17センチ。ここで私は色を変えます。今まではこの色、これからはこの色で編んでいきます。これは横幅によってバランスが変わってくるので、好きな長さで色を変えます。で、これが最後の長編み。ここは最初に編んだ鎖。最後の長編みから少し戻ります。で、この鎖3つの下から3つ目、これを引き抜くときに新しい色で引き抜きます。で、こっちはまだ使えるのでグレーだけ外して新しい色で、この2色で引き抜きます。で、これで色が変わりました。ここからこの糸で編んでいきます。で、今までと同じ。次は長編み。同じ編み方で1周します。ベージュで1周編んできました。最初の鎖に引き抜きます。1、2、3。ここで糸を切ります。鎖1つと次はマーカーをつけます。まず整えて、両脇にマーカーをつけます。数を数えて同じ数になるようにします。で、そこから数えていって、私はマーカーを含めずに12番目、こっちもマーカーを含めずに12番目、こっちも同じマーカーを含めずに12番目。次はここからスタートしてハンドルを作っていきます。横から見るとこんな感じで台形を作っていきます。で、脇につけたマーカーは必要なくなるので外しておきます。マーカーの左側からスタートします。
じところ鎖1つ、同じところに針を入れて糸を出します。隣からも糸を出します。これを一度に引き抜きます。これで斜めのラインができました。で、引き抜いた糸にマーカーをつけておきます。この針のすぐ下、次から一つに一つずつ細編みをしていきます。きつくならないように普通の細編みをしていきます。長々編みの上も細編み。このまま反対側のマーカーの手前まで編んでいきます。ここからスタートしてマーカーの手前まで来ました。マーカーとその手前で斜めを作ります。まずここに針を入れて糸を出します。次はマーカーのところ、ここからも糸を出します。これを一度に引き抜いて斜めのラインができました。次は2段目、鎖1つ裏返します。根元に針を入れて糸を出します。隣からも糸を出します。これを一度に引き抜いて斜めになりました。マーカーをつけます。これを繰り返していきます。一つに一つの細編み。このまま端まで編んでいきます。2段目の端まで来ました。またマーカーとその手前で斜めのラインを作ります。鎖2つ裏返します。根元から糸を出します。隣からも一度に引き抜いて斜めのラインができました。次からまた一つに一つずつこのまま反対側まで編んでいって、こことここで斜めを作ります。糸を出して、ここからも糸を出して一度に引き抜きます。でまた裏返して鎖一つで、これを繰り返して台形になるように編んでいきます。しばらく編んできました。長さは8センチ。残った細編みの数は7個。ここからまっすぐ編んでいきます。この斜めのラインを作らないで、鎖一つ裏返します。根元に細編み、次もでマーカーのところ、で
1つ裏返します。でまた鎖の根元、これが最後の細編み。最後の細編みにも一つの細編み、また鎖一つで裏返して、これを繰り返してしばらく編んでいきます。でこの部分は使う時の持つところ、こんな感じでバランスを見て作っていきます。でこちら側も2つのうちの左側からスタートします。ここから糸を出して鎖1つ、で隣からも鎖1つと、これを繰り返して編んでいきます。こっちと同じように編んでいきます。両方とも編んできました。先に編んだ方は8段編んで、長さは 7.5 センチ。こっちは9段編んでいて、長さは8センチ。これをつなげると一周は38センチ。これぐらいの長さにします。これでよかったら最後の糸は少し長めに残しておきます。30センチぐらい糸を残して、この状態から抜きます。こっちも同じ。こっちは短くても大丈夫です。これをつなげます。で裏返します。裏を上にして、で針でつなぎます。これを裏返して、今裏が上になっています。手前から糸が出ています。でこの一つ一つをつなげていきます。まずここから糸が出ていて、このまま向こう2本の糸の下で手前に戻ります。この細編みの2本の糸の下で、向こうは同じところ、これでつながりました。でもう一度針を通してしっかりとさせます。次から一つずつ、まずこの隣、端から2つ目、向こうも端から2つ目で、2本の糸の下しっかりと留めます。次はここ、で端、こことここで、向こうの端はこの糸の出ているところで、もう一度でこっちに戻って、この中間ぐらいに戻って、で
この糸端と結んでおきたいと思います。この方が簡単に糸始末をすることができます。で、あとはこの糸端を隠します。こっちから見て目立たないように隠していきます。他にも糸端が出ていたらそれを隠します。最後にここからここまで縫っていきます。この状態よりもこんな感じの方が可愛いと思うので2枚一緒にして縫っていきます。この部分に次は5ミリから1センチぐらい離してでまた同じぐらい離してこれでここぐらいまで縫っていきます。最後に糸始末をして終わります。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がりました。サイズを測りました。上から下まで31、横幅25、この内側は38センチ。使った糸は、この部分のベージュは 30g、この部分はだいたい 50g、全体を通して使ったこの糸は 60g。これは大体の必要な量になります。このバッグの重さは 120g。最後までご視聴ありがとうございました。